皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は株価の乱高下が激しいものの投資チャンスが眠っていると現場でも話題になっている株式会社フジクラ証券コード5803の点検を行います。生成 AI の普及に伴うデータセンター需要の爆発で光ファイバーケーブルが飛ぶように揺れ、業績が絶好調という圧倒的な強みを持った企業です。一緒にしっかり確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。サクッと確認していきましょう。配当利回り 3% 以上に対し 0.80% で不合格。 ROE10% 以上に対し 32.48% で合格。自己資本比率 50% 以上に対し 57.8% で合格。配当成功 50% 以下に対し 39.5% で合格。総じて配当利回りは物足りなく見えるかもしれませんが、圧倒的な稼ぐ力と鉄壁の財務を兼ね備えた急成長中の大化け銘柄という判定になりますね。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。フジクラの圧倒的な柱は何といっても情報通信事業で売上の約 55%、金額にして6530億円を稼ぎ出しています。ここで作っているのが世界中のデータセンターで使われている超高密度な光ファイバーケーブルです。限られたスペースに大量のケーブルを通せる技術が AI バブルの中でとにかく爆売れしているんですね。さらに自動車やエレクトロニクス、エネルギー事業もしっかりと利益を出し、第2の柱として会社を支えています。そして光ファイバーだけではない2つの隠れた強みを深掘りしておきましょう。1つ目は冷却技術です。 AI の進化でスーパーコンピューターやデータセンターが超高温になる熱問題が起きていますが、フジクラは電力を消費せずに冷却効率を高める 3D ベーパーチャンバーなど高い冷却技術を持っており、 AI インフラの課題を熱の面からも解決しています。2つ目は究極の未来テーマ、核融合発電への布石です。フジクラが持つ高温超伝導洗剤などの技術は次世代のクリーンエネルギーである核融合発電に不可欠とされており、すでに増産投資の検討を始めています。 AI バブルのその先を見据えた夢が膨らむポイントですね。続いて業績の軌跡点検、過去5年の推移です。過去5年間の業績のトレンドを見てみましょう。売上高は5年前の6703億円から最新の2026年3月期には1兆1824億円へと一気に1兆円の大台を突破しました。さらに驚くべきは営業利益です。5年前は382億円でしたが、最新では1887億円となんと約5倍にも急拡大しています。この急成長の理由は先ほども触れたデータセンター向け需要の爆発です。さらに不採算事業の整理といった構造改革が実を結び、利益率が劇的に改善したことも大きな要因です。次に財務の深掘り点検です。会社の健康状態を示す貸借対照表 BS を点検します。最新のデータでは総資産が9695億円とほぼ1兆円に迫る規模です。その中で手元の現金が1812億円あるのに対し、有利子負債、つまり借金は850億円にとどまっています。現預金が借金を大きく上回る実質無借金経営ですね。そして倒産しにくさを示す自己資本比率は 57.8% と安全基準の 50% をしっかりと超えています。これだけ成長投資に資金を回しながらも財務はまさに鉄壁。安心して現場を任せられる極めて健康な状態です。続いて還元姿勢の点検。フジクラは最近1株を6株にする株式分割を行いましたので、過去の実績もすべて分割後の金額に揃えてお伝えします。過去5年間の配当推移を見てみると 1.67 円、5円、9.17 円、16.67 円、そして最新の2026年3月期には 37.50 円と信じられないペースで増配を続けています。来期予想についても38円としっかりと増配基調を維持しています。前期からプラス 0.5 円と一旦は微増の予想を出していますが、過去の傾向や
強気の還元枠を考えると、期中でのさらなる情報修正、つまり上乗せも十分に期待できますね。会社は配当成功の目安を従来の 30% から 40% へと引き上げました。さらに新中期経営計画の中で3年間で2200億円を株主還元に充てると明確な数字で宣言しています。次に直近決算と将来目標です。最新の2026年3月期決算では、売上高が1兆1824億円で前期比 20.7% のプラス、営業利益は1887億円で前期比 39.2% のプラスと、文句なしの大幅な増収増益でした。アメリカでの追加関税に備えて128億円の引き当て金を積んだにもかかわらず、この利益を叩き出した本物の稼ぐ力です。なお、今期2027年3月期の業績予想についても最高益を見込んでいますが、市場の期待が高すぎたため一旦の利益確定売りに押されている状況です。さらに将来目標として2028年中期経営計画では、売上高1兆6000億円、営業利益3150億円という極めて強気な目標を掲げています。データセンター市場の拡大が2028年頃までは今の勢いで続くと見立てており、今後の成長にも大きな期待が高まります。続いてチャートと需給の点検です。直近の株価は5月中旬の決算発表直後、5月14日には年初来高値である7933円まで急騰しました。しかしその後は材料出尽くし感からか激しい調整局面に入り、5月29日には4771円まで急落しています。需給を見てみると、5月22日時点で信用倍率が 13.93 倍と個人の改ざんが非常に多く溜まっています。将来への期待で借金をして買った投資家が多く、株価が下がると耐えきれずに投げ売りが出やすくなります。これがさらに株価を押し下げる悪循環となり、上値が重く値動きが激しくなっている大きな要因と言えます。最後に結論、のんびりの判定です。総評として、フジクラは生成 AI バブルのど真ん中にいる最強の光インフラ企業であり、冷却技術や核融合といった未来のテーマも併せ持つ超優良銘柄だと判定します。具体的な指値としては、下落の勢いと信用概算の重さによる投げ売りのリスクを警戒し、需給の悪化が落ち着く心理的な節目と見立てて、まずは4500円付近で打診買いからスタートする戦略が有効だと考えます。4500円で下げ止まらず、さらに下落する可能性も十分にありますので、一気に買わず下落リスクに備えて資金を分けて安全に拾っていくのが王道ですね。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。